2026年5月、韓国ソウルのある静かな住宅街で、一つの家族の物語が静かに幕を開けた。父の葬儀から、ちょうど1週間が経った夜のことだった。3人の兄弟姉妹は、父が使っていたスマートフォンを整理しようとテーブルに集まった。画面を開くと、見慣れないフォルダが一つ存在していた。フォルダには、小さな手書きのメモが貼り付けられていた。そこにはこう書かれていた。お母さんには、内緒にしてくれ。その一言が、3人の手を止めた。父は73歳だった。穏やかで、口数が少なく、感情をあまり表に出さない人だった。47年間、母と共に歩んだ人生の中で、声を荒げたことも、涙を見せたこともほとんどなかった。そんな父が、一つのフォルダをロックし、子供たちだけに向けて何かを残していた。フォルダの中には、複数の動画ファイルが保存されていた。撮影日を確認すると、肺がんの診断を受けた直後から、入院の前日まで、断続的に記録されていた。父は遺言書の代わりに、スマートフォンのカメラに向かって語りかけていたのだ。一人で、誰にも言わずに、長男が再生ボタンを押した瞬間、画面の中に父の顔が映し出された。少し痩せていた。しかし目は、穏やかに微笑んでいた。そして父は、静かにこう話し始めた。お前たちに、ちゃんと伝えておきたいことがある。その声を聞いた瞬間、3人は誰も言葉を発せなかった。ただ、涙だけが静かにこぼれ落ちた。映像の中で父が語ったのは、47年という結婚生活の中で、ずっと胸の奥に抱えてきた本当の後悔だった。そして、残される子供たちへの最後の言葉だった。なぜ、母には見せないと決めたのか。その理由もまた、父らしい選択だった。死の淵に立ってなお、最愛の妻を守ろうとした。一人の男の静かな覚悟がそこにあった。この父とは、一体どんな人生を歩んできた人物だったのか。次のパートでは、73年という生涯と、47年の夫婦の歩みを、もう少し丁寧に紐解いていく。1953年、朝鮮戦争の傷跡がまだ色濃く残る、韓国の小さな農村に、一人の男の子が生まれた。その子の名は、ユン・ジョンソク。後に3人の子供たちの父となる男だ。貧しい家だった。父親は早くに体を壊し、母親が畑仕事と行商で家計を支えた。幼い頃から兄弟の面倒を見て、食事を分け合い、泣きたい夜も黙って耐える。そういう子供時代を、ジョンソクは送っていた。贅沢を知らずに育ったからこそ、彼は、与える人間になろうと決めていた。自分が欲しいものより、誰かが必要としているものを先に考える。そういう癖が、子供の頃からすでに染みついていた。中学を卒業すると、進学を諦めて工場へ出た。高校へ行きたかった気持ちは、心の底にきちんとあった。しかし家族のために、その夢をそっと折りたたんだ。文句は言わなかった。誰にも言わなかった。20代の前半、ソウルへ出てきた彼は、建設現場で汗を流しながら、夜間の職業訓練校に通った。電気の資格を取り、少しずつ仕事の幅を広げていった。器用で、真面目で、口数が少なかった。同僚たちからの信頼は厚く、現場の子さんたちにも可愛がられた。そんな時代のある春、彼は一人の女性と出会う。出会いは偶然だった。共通の知人の集まりで、隅の方に静かに座っていた彼女に、ジョンソクは最初から目を奪われた。笑い方が、どこか母親に似ていたのだと。後年、子供たちに一度だけ打ち明けたことがある。彼女の名は、パク・スンヒ。当時23歳、仕立て屋の娘で、ささやかな仕事を好む、穏やかな女性だった。ジョンソクは不器用だった。言葉より行動で気持ちを示すタイプで、気の利いたセリフなど一つも出てこなかった。それでも彼は、誠実に彼女に向き合い続けた。会うたびに少しだけ勇気を出して、少しだけ言葉を重ねた。2年後、2人は結婚した。1979年のことだった。その日から始まった47年という歳月が、どんなものだったのか。喜びだけではなかった。苦労も、すれ違いも、言えなかった言葉も、たくさんあったはずだ。そしてその積み重ねの果てに、父は一つの決断をした。次のパートでは、2人の出会いの記憶を
もう少し丁寧にたどっていく。1979年、2人は結婚した。父は27歳だった。母は24歳だった。式は質素なものだったと、父は映像の中で笑いながら話していた。お金がなかった。本当に何もなかった。そう言って、少し間を置いた。それでも恥ずかしそうではなかった。どこか誇らしげに見えた。結婚式の翌日、2人は小さなアパートに移った。台所と部屋が一つずつ。窓から見える景色は、隣のビルの壁だけだった。それが新婚生活の始まりだった。父は当時、建設現場で働いていた。朝早く出て、夜遅く帰る。体を使う仕事だった。疲れて帰っても、母はいつも起きて待っていた。何も言わずに、温かいご飯を出してくれた。父はそのことを、ずっと覚えていた。あいつは、文句を言わなかった。一度も、映像の中でそう言った後、父はしばらく黙った。その沈黙が、何よりも重かった。結婚から3年目、最初の試練が来た。父が勤めていた会社が、突然倒産した。給料が3ヶ月分、未払いのままだった。蓄えはほとんどなかった。子供はまだ小さかった。どうするか、父は途方に暮れた。本当に怖かった。何もできない自分が、情けなかった。しかし母は、泣かなかった。父の前では、一度も泣かなかった。母はその日から、近所の食堂でパートを始めた。朝から夕方まで働いた。疲れているはずなのに、家に帰れば子供の世話をして、父の話を聞いた。父はその姿を見て、逃げることができなかった。あいつが頑張っているのに、俺が折れるわけにはいかなかった。半年後、父は新しい仕事を見つけた。給料は以前より少なかった。それでも2人は、少しずつ前へ進んだ。あの頃のことを、父はこう語っていた。あの時があったから、俺たちは強くなれた。一緒に乗り越えたから、本当の夫婦になれた気がした。47年という歳月は、そうやって積み上げられていった。喜びの日だけではなかった。苦しい日の方が、むしろ多かったかもしれない。しかしその苦しさの中で、2人の間には言葉では説明できない何かが生まれた。信頼と呼ぶには、あまりにも静かなもの。愛と呼ぶには、あまりにも地味なもの。それでも確かに、そこにあったもの。次のパートでは、その長い歳月の中で訪れた、最大の転換点へと進む。転換点は、突然やってくる。それまで積み上げてきた日常が、ある一日を境に、別のものに変わる。父にとってのその日は、2025年の秋だった。病院の廊下、白い壁、窓の外には、色づき始めたイチョウの木。医師から告げられた言葉は、短かった。肺がん、ステージ3。父は、その場では何も言わなかったという。ただ静かにうなずいて、処置室を出た。母には、その日のうちには話さなかった。翌朝、いつもと同じように朝食を食べた。いつもと同じように新聞を開いた。その手が、わずかに震えていたことに、母は気づいていただろうか。気づいていた、と思う。母はずっと、父のことを見ていた。47年間、ずっと、でも何も言わなかった。それが2人の間にある、静かな約束だったから。父がスマートフォンに残した映像の中で、こう語っていた。あの朝、お母さんが味噌汁を持ってきてくれた時、俺は泣きそうになった。何でもない顔をして、いつもの朝みたいに座ってくれていた。あの人は知ってたんだと思う。それでも知らないふりをしてくれた。それが、俺にはありがたかった。病気が分かってから、父は少しずつ変わっていった。怒ることが減った。小言が消えた。夕食の後、テレビを見る母の隣に、黙って座るようになった。以前は別々の部屋にいることの方が多かった。それが、ある日から、隣にいるようになった。母は何も言わなかった。ただ少しだけ、身体をずらして、父のために場所を作った。その小さな動作の中に、すべてがあった。47年分の言葉が、その1センチの中に込められていた。人は、転換点を迎えた時、初めて本当に大切なものが見える。父はそれを、映像の中でこう言っていた。もっと早く気づけばよかった。でも人間は、亡くなりそうになって初めて、ちゃんと見えるんだろうな。遅かったかもしれない。でも、気づけたことだけは、良かったと思ってる。転換点は、
終わりではなかった。それは始まりだった。二人が初めて本当の意味で寄り添い始めた時間の始まり。その日々の中に父が語った幸せがあった。父が語った幸せな時間の話。それは大げさなものではなかった。特別な場所でもなく特別な出来事でもなかった。ただありふれた日常の中に確かにあったものだった。映像の中で父は少し照れくさそうに話し始めた。幸せだったのはな、本当に小さなことばかりだったよ。お母さんが作った味噌汁の香りで目が覚める朝、3人が学校から帰ってくるあの足音、縁側で2人並んで何も言わずにお茶を飲んでた時間、振り返るとそういうことばかりが胸に残ってるんだ。父と母が本当に寄り添い始めたのは父が自分の残り時間を知ってからだった。それまでの47年はどこか並走するような夫婦だったと父は言った。同じ方向を向いていたけれど手を握ることを忘れていた。言葉にしなくても伝わるとどこかで思い込んでいた。でも診断を受けた日の夜、父は初めて母の手をそっと握った。母は何も聞かなかった。ただ握り返してくれた。その温かさが忘れられないんだ。47年間ずっとそこにいてくれたのに俺はどれだけその手を見てなかったんだろうって。病気が進むにつれて2人の時間は変わっていった。父が台所に立てなくなっても母はいつもそばにいた。父が眠れない夜も母は黙って隣に座っていた。あの人は強い。俺よりずっと強い。でもな、強い人にも支えがいるんだ。だからお前たちに頼みたいんだよ。父が幸せだったと語ったのは華やかな思い出ではなかった。むしろ何でもない瞬間の積み重ねだった。家族が揃ってご飯を食べた夜、誰かが風邪をひいて家中がバタバタした日、お母さんが笑った顔、そういう取り替えの利かない時間の一つ一つが父にとっての宝物だった。映像の中の父は最後にこう言った。幸せって後から気づくものなんだな。でも気づけただけで俺は十分だと思ってる。その言葉は3兄弟の胸に静かに落ちた。父が残したのは財産でも遺言書でもなかった。気づくことの大切さを命を懸けて伝えてくれた言葉だった。そして父は最後まで一つのことを願い続けた。残された家族が倒れないように、特に誰よりも強く誰よりも泣けない人が折れないように。その思いが次の言葉へと続いていく。父の声が静かに続いていた。お前たちに伝えておきたいことがある。3兄弟は画面をじっと見つめた。誰も口を開かなかった。俺がまだ働いていた頃のことだ。父の声は少し低くなった。会社が傾いて給料が3ヶ月止まった時期があった。そんな話一度も聞いたことがなかった。3兄弟は顔を見合わせた。お前たちは小さかったから知らないのが当然だ。あの頃俺は本当に限界だった。もう全部諦めようと思った。その言葉が空気を変えた。長男が息を飲んだ。次男が唇を結んだ。長女の目に涙が浮かんだ。諦めるというのはな、仕事だけじゃない。父は少し間を置いた。この先生きていくことそのものを諦めようとしていた。誰も何も言えなかった。ただ父の声だけが流れていた。そんな夜があった。お前たちが寝静まった後、俺は台所に座っていた。電気もつけないでただ座っていた。そこにな、お母さんが来たんだ。父の声がわずかに震えた。何も言わずに隣に座って俺の手を握った。それだけだ。何も聞かなかった。何も言わなかった。ただ手を握っていた。俺はその手が温かくて急に情けなくなって泣いた。男が泣いたら恥ずかしいと思ってた時代だったけど泣いた。お母さんは何も言わなかった。ただずっと手を握っていた。3兄弟はもう声も出なかった。泣きながらただ聞いていた。あの夜俺を引き止めたのはお母さんだ。言葉じゃなかった。温度だった。人は言葉より温度で生きていけるものなんだ。父はゆっくりと続けた。お母さんはな、自分がどれだけすごいことをしたか今も知らないと思う。だから
俺が言えなかったわけ。お前たちが伝えてやってくれ。お母さんが俺の命を繋いでくれたんだと長女が声を上げて泣いた。誰も止めなかった。止める必要がなかった。父の声は穏やかだった。まるで今もそこにいるように。その温かさが画面の向こうから確かに伝わってきた。父が最後まで守ろうとした人の姿がようやく見えてきた瞬間だった。そしてその愛が3兄弟の中で何かをそっと変えていく。父の声が消えた。画面が暗くなって部屋に静寂が戻った。3兄弟はしばらく誰も動けなかった。長女の方に涙の跡が光っていた。長男は膝の上で手を握りしめたまま天井を見つめていた。次女は唇を噛んでただ小さく息をしていた。父の声は消えた。でも何かが3人の中に深く残っていた。それは悲しみではなかった。いや、悲しみもあった。でもそれだけではなかった。父が最後まで母を守ろうとしたその選択の重さがじわじわと胸に染み込んでいた。長男がゆっくりと口を開いた。俺、父さんのこと何も分かってなかった。誰も否定しなかった。3人とも同じ気持ちだったから。47年間隣に居続けた男の本当の姿を死んで初めて知った。それがどれほど悔しいことか、どれほどもったいないことか。次女が言った。お父さん怖かったんだろうね。病気のことをお母さんに言えなくて。でもそれって優しさだったんだよね。長女が静かにうなずいた。父は弱さを見せることが苦手な人だった。感情を言葉にすることが不得意な人だった。でも映像の中の父は確かに話していた。後悔を、感謝を、そして愛を。あの父がカメラに向かって涙をこらえながら語りかけていた。それだけで十分だった。十分すぎるくらいだった。長男が立ち上がった。変わろう。静かなでも確かな声だった。父さんみたいに言えないまま終わりたくない。俺はちゃんと言える人間になる。長女がまた泣いた。今度は悲しみではなく何か温かいものが溢れてきた。父の選択が息子を変えた。父の後悔が娘たちの心に火を灯した。人は死んでからも誰かを変えることができる。父はそれを最後の映像で証明した。3兄弟は顔を見合わせた。そしてほぼ同時に一つのことを思った。お母さんに会いに行こう。今すぐ。父が守り続けたその人に会いに行こう。父の言葉を自分たちの言葉として届けるために。それが3人が出した答えだった。扉の向こうに母がいる。父の愛の全てを受け取るべき人が扉の前に3人は立っていた。誰もノックができなかった。父の声がまだ耳の中に残っていた。あの低くて少しかすれた声が。長男の手がゆっくりと上がった。でも止まった。次女が唇を噛んだ。三男は天井を見上げた。泣くまいとする人間がよくするあの仕草で3人とも分かっていた。この扉を開けた瞬間何かが変わる。父がいない世界で初めて母と向き合う。その重さを3人は同時に感じていた。長男が静かに言った。お父さんが守ったんだ、この人を。ずっと。誰も答えなかった。でも全員がうなずいた。47年間父は母の隣に立ち続けた。叱られてもすれ違っても言葉が足りなくてもそれでも離れなかった。肺がんの診断を受けた時、父が最初に考えたのは自分の痛みではなかった。妻がどれだけ傷つくか、それだけだった。だから遺言書ではなくスマートフォンを選んだ。文字ではなく声を残した。妻には隠して子供たちだけに届けた。お前たちがお母さんを頼む。その一言の裏にどれだけの覚悟があったか。3人は今やっと分かった気がした。父は弱かったのではない。誰よりも強かった。死を前にしても愛する人を悲しませたくないと思える人間が弱いはずがない。次女がそっと言った。お父さんの代わりに言ってあげよう。ちゃんと伝えよう。父が言えなかった言葉を三男が深く息を吸った。そして扉がゆっくりと開いた。小さなリビングに母がいた。テレビもつけず
ただ窓の外を見ていた。その横顔はどこか遠くを見ているようだった。父がいた場所を探しているようだった。母が振り返った。3人の顔を見て少し目を細めた。どうしたの？急に3人で。誰もすぐには答えられなかった。長男が一歩前に出た。声が震えた。お父さんがね、お母さんのことずっと好きだったって。母の表情が止まった。時間が止まったようだった。バカみたいと言いかけた母の目がみるみる赤くなった。父が守り続けたその人が今泣いていた。声も出さずに静かに泣いていた。3人は母を囲むように座った。父がそこにいるように。父の愛がようやく届いた瞬間だった。あれから季節が一つ変わった。父のいない家に少しずつ光が戻ってきた。 IMG。 窓から差し込む柔らかな朝の光。テーブルの上に置かれた湯気の立つお茶。静かな朝の台所。母は変わった。目に見えて変わった。以前は夜になると台所で一人ぼんやりと座っていることが多かった。でも今は違う。夕食の時間に子供たちに電話をかけてくる。今日ね、お父さんが好きだった煮物作ったの。そう言って少し笑う。その笑い声が3人にとって何よりの救いだった。 IMG。 夕暮れの台所で鍋をかき混ぜるをいた女性の後ろ姿。窓の外に沈む夕日。長男は言う。あの夜お母さんが泣いているのを見て初めて怖くなかった。父がいなくても家族がいる。それだけで十分だと思えた。次男は父のスマートフォンをまだ手放せないでいる。画面が割れているわけでも使えないわけでもない。ただ捨てられないあの動画が入っているから。父の声がそこにある。聞きたくなった時いつでも聞ける。それだけで胸の奥が少しだけ暖かくなる。 IMG。 古いスマートフォンを両手で持つ男性の手元。静かな部屋の片隅。末娘はある日父への手紙を書いた。返事は来ない。でも書いた。お父さんへ怒ってばかりでごめんね。ちゃんと好きだったよ。それだけの言葉を書くのに3時間かかった。涙で何度も滲んだ。でも書き終えた時不思議と心が軽くなった。 IMG。 便箋に万年筆で文字を書く女性の手。傍らに小さな花が一輪。父が最後に守りたかったもの、それは母だった。でも今になって思う。父が本当に残したかったのは家族の形だったのかもしれない。離れていてもつながっている。悲しみを抱えながらそれでも笑える。そういう家族のあり方をあの動画は教えてくれた。 IMG。 食卓を囲む家族のシルエット。夕暮れの暖かな光の中で父はもういない。声もぬくもりももうない。けれどあの広くがされた言葉たちは今も3人の中で生きている。消えない。消えることはない。人は死んでも愛した言葉は残る。父が証明してくれた。73年の人生の最後の選択で。次回この物語の最後にあなたへ伝えたいことがある。あなたには今日伝えたいことがある。父は遺言書を残さなかった。弁護士も呼ばなかった。交渉人も必要としなかった。ただ一つのスマートフォンと震える手と残り少ない声で全てを伝えようとした。お母さんには言うな。その一言にどれだけの愛が詰まっていたか。妻を悲しませたくない。妻に心配をかけたくない。死を前にしてもなおその人を守ることだけを考えていた。それが47年を共に生きた男の最後の選択だった。私たちは時々大切なことを後回しにする。明日言えばいい。いつか伝えよう。まだ時間がある。でも父は知っていた。時間は必ず終わると。だからこそ彼はカメラの前に座った。一人で静かに誰にも見せないまま独り続けた。子供たちへの後悔、妻への感謝、言えなかった。ありがとう。言い損ねた。ごめん。全部映像に残した。泣きながら見た3兄弟は今も父の声を消していない。フォルダは今もスマートフォンの中にある。ロックされたまま。でももう鍵は必要ない。あの声は3人の心の中に
すでに刻まれているから、人は死ぬ。それは変えられない。でも、愛した言葉は、残る。あなたにも、今日伝えてほしい人がいるはずだ。電話でもいい。メッセージでもいい。直接会って、言葉にしてもいい。完璧じゃなくていい。うまく話せなくてもいい。ただ、伝えること。それだけでいい。父が73年の人生の最後に教えてくれたのは、難しいことじゃなかった。愛している人に、愛していると、伝えること、それだけだ。